皆さんこんにちは、テクトです。今回はアイオニアバンキッシャーの使い方を解説します。まずはアイテムから解説していきます。キャリーであるザヤのおすすめアイテムはこんな感じ。ラスウィスはほぼ確実に作るようにした方がよくて、IE もかなり重要です。バンキッシャー4ですとクリティカル率が 35% 上がるので、基礎クリティカル率 25% と合わせると 60% となり、残り 40% だけクリティカルを盛ればいいので、ラスウィスとガードブレーカーがよくおすすめされるのですが、ガードブレーカーでは攻撃力が増加しないので、個人的にはそんなに相性は良くないと思っています。他にもクリティカル率が増加するアイテムとしてナイトハーベスターが存在しますが、こちらは自身のヘルスが 60% 未満にならなければ効果が強くならず、後衛のザヤではうまく発動させることができないので、候補から除外しています。IE のスキルがクリティカルする効果がバンキッシャーの効果と重複するので、IE をあまり持たせないビルドが多いですが、IE は攻撃力、そしてクリティカル率ともに非常に高く、100% を超えたクリティカル率はクリティカルダメージに変換されるため、個人的には最も評価しています。さらにザヤのスキルは前衛だけではなく、敵後衛にまでダメージを与えることができるスキルなので、後衛へのダメージを増加させるために、チャイスレよりもデスグレの方をおすすめとしています。ソードを3本も要求する装備なのと、ヘラが手に入った時にアイオニアの紋章を作りやすくするためにレジェンドを TF にした方がいいのですが、最初のオーグメントがプリズムだった場合にザヤが受けられるアイテムとして、レディアント版のジャイスレとハンジャも候補に入れておくことで、多少アイテムの受けが広がるので、覚えておくといいでしょう。タンクであるシェンのおすすめアイテムはこんな感じです。先ほどレジェンドは TF を使うと話したと思いますが、金のパンドラアイテムでは完成品が出てくるので、基本的に上記のいずれかのアイテムに変換された場合、それを軸に防具を作っていくといいでしょう。負傷を広範囲に負けるスキルを持つユニットのいない構成なので、サンファイアは作るようにした方がいいです。シールドスキルを持つユニットなので、防御力を上げることに価値があるユニットとなっています。なので、できるだけはモグやリデンプションのような防御力が上がらない防具は作らずに、防御力の上がるブランブルやドラクロのようなアイテムを持たせるようにしましょう。サブキャリーであるニーラのおすすめアイテムはこんな感じです。ザヤとシェンのアイテムを作ってからこちらのアイテムに手をつけていくことになるので、基本的に理想アイテムが作れることはありません。射程が伸びることでスキルの範囲が広がり、ダメージを出しやすくなるユニットなので、大量のラピュファを持たせるのが理想です。元の状態で射程が2マス以上あるおかげで、シェンが倒されるまでは意外とダメージを受けないのと、自前でシールドを持っているので、多少のダメージなら防げます。なので知見やハンジャなどの回復アイテムは、そこまでいらない印象を受けました。もう一人のサブキャリーであるアーリのおすすめアイテムはこんな感じです。アーリはそもそも引けないことが多いので、これらのアイテムを作ることはありませんが、ポータルが夢見の池の時だけ確実にアーリを引くことができるので、ニーラのアイテムより優先してこちらを作ってもいいかもしれません。では次は進行について解説します。レジェンドは先にも説明しましたが、ツイステッドフェイトです。おすすめのポータルは、夢見の池、神柳の森、プラシディウム図書館、中枢アーコロジー、旧柱の広間、バンドルカフェテリアです。ステージ2の1のオーグメントは基本的にパンドラアイテムを取ってください。ステージ2の5ではレベルを5に上げてこんな感じのボードを作ってください。金パンドラで手に入ったアイテムが防具になった場合はワーウィックに持たせ、ザヤに持たせるアイテムはサミーラに持たせるといいです。サミーラが星2にならなかった場合はアッシュやジンクスで代用することができます。ステージ2の6では10ゴールド確保してください。ステージ3の1ではレベルを上げることでチャレンジャー4を発動できる場合など、強いボードが作れそうな場合はレベルを6に上げてこんな感じのボードを作りましょう。ステージ3の2のオーグメントは基本的に攻撃力や防御力が上がるオーグメントを選択するといいです。ステージ3の2ではレベルを6に上げるようにしましょう。ステージ3の3、5、6では20、30、40ゴールド確保してください。ステージ4の1ではレベルを7に上げて所持金が10ゴールドくらいになるまでリロールしてこんな感じのボードを作ってください。ザヤとシェンが引けなかった場合はこんな感じのボードを作るといいです。ワーウィックにシェンのアイテムを持ってもらえますが、ワーウィックのところはぶっちゃけ誰でもいいです。セジュアニが引けたらセジュアニでもいいですし、
ノーチラスが集まって星2になったらノーチラスとかでもいいと思います。もしこのタイミングでアーリが引けてもシェンが星1の場合は採用を見送ってください。もしアーリを採用するとこんな感じのボードになるんですが、ノーアイテムのアーリはそんなにダメージは出ないので前衛が脆くなるだけになってしまいます。それよりはイレリアを入れてしっかり前衛を固めた方がザヤがダメージを出す時間を稼ぐことができます。この時にイラも集めておき、ザヤより先に星2になった場合はこんな感じにタリックを抜いてニイラを入れるといいと思います。ステージ4の2のオーグメントもステージ3のオーグメントと同様に攻撃力や防御力の上がるもの、もしくはアイオニアの紋章やバンキッシャーの紋章を取るといいです。ステージ4の5ではザヤやニイラ、シェンなどの4コスがリーチしている場合は再度オールインして星2を作りに行きましょう。特にアイテムを持っているシェンとザヤがリーチしている場合はリロールがおすすめです。ステージ5の1以降、ザヤが星2になっているのであればレベルを8に上げてこんな感じのボードを作りましょう。アーリが来たら陣を抜いてアーリを入れることで構成が完成します。そして全ての4コスが星2になったらレベル9を目指しましょう。レベル9では8ロックスを入れると強いボードになるので覚えておきましょう。アイオニアの紋章がある場合はレベル7、レベル8、レベル9ではこんな感じにすると強いボードになります。バンキッシャーの紋章がある場合はレベル7、レベル8、レベル9ではこんな感じにすると強いボードになります。以上で解説を終わります。お疲れ様でした。もしこの動画が役に立ったと感じたなら高評価とチャンネル登録をお願いします。あと概要欄に Twitter のリンクを貼っておきますのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。